皆さんこんにちは。今回はこれを見てくださっているお羊座さんの皆さんに急激に決まることというテーマでカードリーディングをさせていただきたいと思います。お羊座さんが見てくださっている今この時がまさにタイミングというタイムレスリーディングになっておりますので、惹かれるメッセージをお受け取りいただいて今の現状にご活用いただけると大変嬉しく思います。それでは早速、現状から見ていきたいと思います。まずは、カードをね切らせていただきます。はい、こちらとこちらです。はい、それではですね、上から見てまいります。せーの、はい。ペンタクルのキングが出ています。そしてせーの、はい、ペンタクルの8番が出ています。はい、まずですね、ペンタクルのキングが出てくれてますよね。今現実的にご自身が安定している時期っていうことをですね、まず一番最初に飛び込んでくるメッセージとして伝えてきてくれていて、見てくださっている方の中にはご自分の願望を成就しましただとか、あとはここまで行きたいなっていうようなご自身の希望がありますよね。そういったところになんかこうたどり着いたみたいなところの部分ですね。そういった手応え的な現実の、ご自身が見ているところで言うと、手に入れたものっていうのが何かしらあるのかなという部分、そういう部分も伝えてきてくれているのと、あとはですね、現実的にすごくこうしっかりしてる部分っていうのを示してきてくれてる部分もあって、なんかこう周りから頼られるという部分があったりとか、お人を今現状としてどうしてもこう引っ張っていかなければいけないというような必然的に起こってくるようなことですね。そういった流れが起こっているよっていうことも伝えてきてくれていて、ご自身がそうなりたいっていう希望があった方もいらっしゃったかもわからないですけれど、そういったこととはまた別に必然的な流れとしてご自身がお人を引っ張っていくような流れっていうのもやってきているっていうことを伝えてきてくれているのと、あとは自営業とかね、ご自身が独立されてる方もいらっしゃるかもわからないのですけれど、そういう方はそういう事業が軌道に乗ってきましたっていうようなところであったりとか、ちょっと安定期に入ってますっていうようなところで手応え的な部分感じているのかなっていうところですね。そういうことを伝えてきてくれていて、ちょっと現実的な金銭面で余裕が出てきている部分も示してきてくれています。で、いろんな意味で、現実的に揺さぶられるような感情が終わりだったとしても、ペンタクルのキングですから、それに動じずにご自身の集中してですね、ご自分がやらなければいけないこと、もしくはやりたいこと、そういうことに対してすごく集中できてるよっていうふうに伝えてきてくれているのがペンタクルの8番ですね。まさにこう無限の可能性、8番っていうとね、インフィニティマークなんていうふうに言われたりもしますけれど、やっぱりそういうふうにですね、今可能性がすごくこう広がっているタイミングなんですよね。で、集中力がすごくありますよっていうことも同時にペンタクルのキングから伝えてきてくれていて、この2枚で同時に見た時には、そうやって安定期でありながらさらにご自身が集中してその上を目指していたりとか、あとはですね、向上心を持って拡大していきたいなっていうような希望であったり夢を持っている、それに向かってまた新たな方向性を向いているよっていうような方もいらっしゃるでしょうし、いろんな意味においてすごくこうポジティブなお気持ちの方がネガティブなお気持ちよりも勝ってるっていういい状況っていうのを伝えてきてくれてるんですね。これが意識的であったとしても無意識的であったとしても、ご自身の、エネルギー的な流れの中でも何かこう起こっている部分っていうのもきっとあるのでしょうし、いい時期っていう部分
分で言うととてもねいい時期なんじゃないかなっていうふうにもお伝えできます。でこういった時期の中ですごくこう可能性が見える部分が見え隠れしているメッセージなんですよね。なのですごくねこれから起こること、決まっていくことっていうことに対して早速ちょっとカードで見ていきたいと思います。はい、まずこちらですね。こちらが飛んできました。はい、じゃあね上から見ていきたいと思います。せーの、はい、カップのキングが出ております。はい、そしてせーの、はい、運命の車輪です。お羊座さん、すごくなんかこう強運期じゃないんですけれど、ものすごいチャンスであったりとか、ご自身が器を広げていくタイミングっていうことをまずはね第1番で伝えてきてくれてますよね。はい、あとカップのキングっていうとまさにこう芸術性なんですね。でイメージ、ご自身が今までいろんなイメージをされていることってあったと思うんですよ。こんなことあったらいいな、あんなことあったらいいな、あんな夢こんな夢みたいな感じで、いろんなねご自身の中で希望が湧いてる時期っていうのがいつの時期っていうことではなくって、いろんなね時々であったと思うんですね。そういった自分がイメージできたことって実際に実は現実的に起こりうることっていう風に言えたりもするんです。想像できることっていうのは別の次元に存在してるっていうようなお話聞いたことある方もいらっしゃると思うんですけれど、まさにそういったタイミングが急激に始まっていくようなことっていうのが起こりうるよっていうことですね。運命の車輪が伝えてきてくれてる部分もあるので、そういったことが巡り巡ってご自身の目の前にやってくる部分っていうのを伝えてきてくれてます。でお人によっては本当に信頼できる方との巡り合わせっていうのが急激にピタッピタッピタッとはまってくるようなタイミングがまさにこれからのタイミング。またお人によっては今まで想像したこんなことできたらいいよねっていうことが今ご自身の中でクリエイティブに何かこう集中してね、ご自身の器を広げたりとか、集中していろんなことを進めているっていうような現実的な行動っていうのが、そのイメージね、なんとなくこうなったらいいなっていうような漠然としたイメージの中でつながってね、ご自分のそういったイメージしたことが現実化していくようなことっていうのを目の当たりにしていくような方もいらっしゃるかなっていうふうにお伝えできます。お羊座さん、今すごく何かこう逆に言うと今想像してますっていうような方もきっといると思うんですよね。こんなことしたいとか、これを見た瞬間に湧いてくるようなイメージを持たれる方もいらっしゃるかもわからないのですけれど、そういったことも含んでるんだと思うんですね。なのでパッっていうふうにご自分の中でいい想像ができること、そうそうこういうことあったみたいな風に急にふわんって思い出すようなことっていうのも現実化しやすいようなタイミングっていうことを伝えてきてくれているので、そういったイメージ力っていうところのご自身の創造性のパワーみたいなものを今このタイミングはすごく信じるべきっていうことも同時にね、この2枚のカードが伝えてきてくれてるんですね。ご自分の可能性を信じれば信じるほどにそれを引き寄せる力っていうのが今こそ強いっていう時期、なんかねすごいこの強いエネルギーっていうのかな、そういう風にこうなかなかこの2枚が出てくるってそんなに私も今までやってきて見たことがないというか、あんまりこうこんなにいいカードでポンポンと出てくることって珍しいなって思うんですけれど、そのぐらいなんかこう強いエネルギーみたいなものを感じるんですよね。でじゃあどういう風にしていったらいいのかとか、ご自分の今のイメージ力をどうやって活かしていったらいいのかとかっていう部分の面からもちょっとねオラクルカードじゃなかったタロットカードで引いてみたいと思います。はい、こちらとはい、こちらが飛んできました。はい、では上から見ていきます。せーの、はい、カップの1番です。はい、そしてせーの、はい、カッ
プの10番が出ています。はい、まずですね、この2枚のカードが今ね同じような意味合いで伝えてきてくれている部分として、今すごく直感的に同時に感じるのは満足感なんですよね。充足感とか満足感、そこから始まるご自身のいろんなイメージ力、今までしてきたこと、イメージしてきたことっていうのがまさに現実化していくようなタイミングっていうことを伝えてきてくれていて、アドバイス的に言うと、今のご自身の満足感であったり感謝のお気持ちですね、そういったことっていうのを強く願ったりとか思ったりするっていうこと、なんかありがたいなとか、ご自分がこうやっていろんなことに集中できていることに対してすごくね、いい時期過ごしてるんだなっていうふうにですね、まずはご自身を認めたりとか肯定的に思うっていうことが一番のアドバイスで伝えてきてくれている部分なんですね。そしてきっと今見てくださっているお羊座さん、どちらかというと皆さんいろんな意味で素直にことに対して何かことがあったとしても、それをですね、斜めに見るのではなくて、しっかりとそれをご自身の目の前に置いてですね、いろんなことに向き合ってこられて、そしてそこからご自分の中で、ポジティブな部分ですね、そういったものに対してしっかりご自分がコミットしてきたようなことっていうのも伝えてきてくれていて、今まさにそうやってご自分が選択してきたこと、そうやっていい意味でご自身を勇気づけたりとか、ご自分が感謝したりとか、周りに感謝したりとかね、あとはご自身が本当に安定しているとか、本当に恵まれてるなとかっていうような、そういったご自分を本当に包み込むような肯定的なお気持ちで受け入れてきたことっていうことが、今本当に現実的に巡り巡って帰ってくる時期なんだろうなっていうこともですね、こちらの2枚のカードから感じるんですよね。何か誠実さとか、今までことに当たってきたことに対して誠実的であったことが本当に正しくご自身のもとに巡って帰ってくるよっていうようなことも伝えてきてくれていて、お人によっては本当に巡り合いたかった方との出会いであったりとかね、あとは本当にイメージしてきたこうなったらいいなっていうようなことが現実的に目の前に見えてくる、そういったことを手応え的に感じる、あとはチャンスだなっていうことを掴んでいくっていうことですね。そういうことも伝えてきてくれてる、なんか嬉しいメッセージなんですよね。この度のテーマをね、ちょっとここから見ていきます。はい、こちらです。せーの、はい、こちらです。トンボですね。勝ち組です。トンボといえば戦国時代とかで言うと、勝ち負けで言うとどちらかというと勝ちっていうような意味合いでね、親しまれてきたっていう部分なんか思い出すんですけど、やっぱりトンボっていうのがポジティブワードなんですよね。で、今まさにご自身の中で何か一つ成功体験であったりとか、ご自身の中でね、そのチャンスをものにできる時っていうことを伝えてきてくれているのがまさにテーマなんですね。で、今まで本当にご自身にとって誠実な対応をしてこられたっていうことがこちらからも感じられて、まさに勝ち組ですっていうようなテーマなんですよ。勝ち組における何かご自身が見ていく部分っていうことを伝えてきてくれていて、中にはね、本当にいろんな人との摩擦であったりとか、やっぱり感情的に揺さぶられる部分の中でね、本当っていうふうに思うような部分っていうのがあったりする方もいらっしゃるかもしれないんですけれども、そういうことっていうことだけではなくって、無意識的なエネルギー下の中ではやっぱりご自身が誠実に対応してこられたことに関しては、きちっと現実的にエネルギーの作用として受け取れるようなことっていうのは若干あるんですよね。なのでそうやってね、ご自分がそういうエネルギーを発してきた時のことっていうのを今受け取る時期なんだっていうふうに、ポジティブにそういった意味合いをご自身の中で受け取った時に、こういった物語っていうのが始まってくるっていうこともですね、このトンボちゃんが伝えてきてくれていて、まさにですね、今本当の意味で発展期なのかなっていう部分も、こちらのタロットのリーディングから伝えてきてくれてる部分があります。そして今ね、こうやって一本筋で川が流れてるんですよね。ですごく緩やかな流れの中なんですけれど、光がすっごいんですよ。これ
ずーっと光っていうのかな、この先がずっと光なんですよね。でもう本当にこの先がずっと光みたいな風にですね、ご自分のエネルギー的な流れの中でそうやって降り注ぐような強いエネルギーがあるっていうこともこちらから伝えてきてくれていて、そういったことをご自身の中で受け入れるお気持ちであったり、信じるっていうことがですね、まさにそういった勝ち組、ご自身の中でのそういった成功体験を引き寄せるべくして始まっていくようなストーリーっていうことですね。そういうことを今ね、こちらのテーマから伝えてきてくれております。そしてさらにちょっとね、オラクルカードからキーワードを引いてみたいと思います。はい、こちらです。そしてですね、もう一枚引かせていただきます。こちらです。せーの、はい、こちらです。そしてせーの、はい、レムリア出ましたね。はい、まさにですね、この7、7番っていうことなんですけど、ラッキーセブンっていう風に今取ってます。そしてですね、何かこうご自身の中に北斗七星みたいな形で、なんかご自分が本当の意味で、先ほど希望をね、叶えていくべくそういったチャンスっていうものをね、現実的に引き寄せていくような時期っていうのが到来っていうようなね、メッセージだったわけなんですけれど、そういった何かこう、キラキラ光るものっていうのをご自身がもう必然的にこう引き寄せている部分、お互いにっていうのかな、引き寄せ合ってる部分っていうことなんですよね。そういう部分をまずはキーワードで伝えてきてくれてます。で、先ほどからなんかね、こうアドバイスでも感じたんですけれど、誠実さっていうのが一つのキーワードになってるんですよね。ご自身の中で放ってきた今までこういい感情であったり、いいお気持ちであったりとか、いい行動っていうのも一つそうなんでしょうけれど、ご自分にとってですね、お人にとってというよりかは、ご自分にとってこれが正しいっていうふうにご自分が惹かれたりとか、ご自分が心からね思ったことっていうのに対してこう誠実に対応してきたりとか行動してきたよっていうことに対して放ってきたエネルギーと、今こう空でね輝いているその星々の中の輝いている光っていうのがこう本当にまさにこう引き寄せ合ってるみたいなことも伝えてきてくれていて、まさにねなんか今が本当の意味でラッキーセブンってことを伝えてきてくれてるのがこちらのカードなんですよね。それがご自身の中でもうレムリアからずっと待ち望んでいたようなそういった体験っていうことを伝えてきてくれているのがこちらのカードなんです。で、レムリアからの情報、今すごくねレムリアっていうキーワードであったりワードがちょっとこうワンワンワンとこう聞いて世間からね耳に入ってくるようなことがあったりとか、ご自身の中でレムリアってなんか惹かれるなとかっていうようなお気持ちであったりとかね、そういう風に何かご自分の気持ちがちょっとこうムムムってくるような、揺さぶられるようなね、気になるとか惹かれるとか、そういったお気持ちになられる方もいらっしゃるかもしれないんですけれど、まさにそういったレムリア時代にご自身がそういったね体験を通してですね、このタイミング、今のこのタイミングでそういったレムリア体験の中でできえなかったことであったりとか、あの時にもうちょっとここまでやりたかったっていうようなことを今このタイミングでご自身がねもう一度やってみようっていうようなところで、何かですねそういったチャンスをこう引き寄せていくべく起こしているっていう現実、そういったことをですね伝えてきてくれてるんですよね。なのでもともとそういった今ねご自身があんまりそういった希望とかそんなに放ってたとかイメージ力っていうけどっていう風にそんなに放ってきた記憶がないなっていう風に思われる方もいらっしゃるかもしれないですけれど、もしかすると今世だけではなくってそういったね過去世における希望であったり願いっていう風にね発してきたものを今このタイミングで受け取ってるっていう方もきっといらっしゃる部分を伝えてきてくれてる部分もあるんですよね。なのでキーワードとしてはそういった過去世におけるご自身の願望っていうようなことであったりとか期
待感みたいなものもですね、一心に今こう受け取っていくようなタイミングっていうことを伝えてきてくれていて、まさにですね、もう本当に大チャンスというか、何かこうご自身の中で心躍るようなことっていうのを伝えてきてくれてますから、ぜひね、そういった、受け取るべくしてアドバイス的にはですね、しっかりとご自身が充足感でお過ごしになっていくこと、いろんな心を揺さぶられるようなことっていうのが、これだけ波動が上がっていると、もしかするとその周りの現状を見た時には揺さぶられるようなことっていうのが起こりうることもあると思うんですね。それがご自身における罠と言われるような、足元を救われるようなことでっていうふうにも言えるんですけれど、今回はそういったところに目を向けるのではなくって、しっかりとご自分に集中して満たされているところはじゃあどこなんだろうとか、楽しいこととか嬉しいことってじゃあ何なんだろうっていう方にこうシフトチェンジしていけばいくほどに、何か過去世から引き継いで受け継いでというのかな、そういった光っていうものをですね、今このタイミングで受け取っていくタイミングっていう風にね、なんかすごい大きなご自身にとってはですね、すごく大きな期待できるような時っていう風にね、伝えてくれてるリーディングになってるんですよね。なので大げさというよりかは、本当にこのカードたちがね、本当にそういった形で示してきておりますので、ご自身の中でそうかもっていう風にもしね惹かれるような方はですね、ぜひその惹かれたお気持ちこそが何かご自分の中でのコーリングっていうのかな、呼びかけっていうこともあったりしますから、ぜひこういったタイミングでご自分はじゃあどういう気持ちなんだろうかとかですね、そうやってちょっとご自分と向き合っていく時間を作ったりとか、じゃあどんな風にしていこうかなっていうような願望であったりとか、満足感っていうのをちょっとね意識してみるっていう風にですねしていただくと、さらに何かねちょっとこう突破するようなことがあったりとか、サインが起きたりとか、ヒント的なことっていうのが現実にやってくることっていうのもねあるような、そんな予感もします。なのでちょっと惹かれた方はですね、いろんなメッセージちょっとずつお伝えさせていただいたんですけれども、そこをちょっとずつねご参考にしていただきながら、ぜひご自分のね生活に生かしていただけると嬉しく思います。いかがでしたでしょうか。お羊座さんの、急激に決まることのテーマは以上となりました。少しでも共感していただけましたら、ぜひチャンネル登録や高評価の方もいただけますと嬉しく思います。それではこのねチャンス到来期、本当に大きな流れっていうのをご自分で引き寄せている部分のタイミングという風に伝えてきてくれておりましたけれど、こちらのリーディングによってお羊座さんの皆さんが最善最高の日々となっていきますように、いつもここから応援しております。それではまた次回お会いいたします。ありがとうございました。